皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日も歴史物語を垣間見ながらお城を巡ろうと思います。今回訪れるお城は雑賀崎城というお城跡です。現在お城はないのですが、関連する歴史はとても面白いと思います。早速行ってみましょう。雑賀崎城は和歌山県和歌山市にあるお城跡です。現在、灯台が立っています。この地は雑賀崎の西南で、海に突き出た岬の断崖絶壁が鷹の巣と呼ばれています。絶壁の高さ50メートルで、紀州の青石と呼ばれる結晶壁岩が海岸に露出しています。鷹がこのような絶壁の岩穴に巣を作ることから名付けられました。築城者は雑賀孫一です。雑賀孫一は雑賀衆の棟梁の一人です。孫一が活躍するに至る背景について見ていきたいと思います。紀州、現在の和歌山県。室町時代には畠山氏が守護大名を務めていました。畠山氏は足利幕府を支えた三冠例の一つです。しかし、紀州の黒人の分裂抗争が激化すると、守護の畠山氏も家督争いで混乱します。応仁の乱です。守護の畠山氏は奉公衆の湯川氏と争う動きなどにもあるように、悲観黒人層の一揆が守護を排除するような動きも見られるようになりました。紀州には2つの勢力がありました。根来寺と雑賀衆です。根来寺は高野山に起こった共学系統の一派が高野山から分離して起こったものです。伝道法院を中心とする審議派が根来に移り、一門の宗とも移り住み、根来寺が成立しました。僧兵集団を擁します。戦国時代における彼らの様子を宣教師が見ていました。ルイス・フロイスは彼らの本は軍事訓練に勤しむことと指摘しています。集団の規則で毎日一本の矢を作ることが命じられ、作った人は功徳を積んだものとみなされたようです。彼らは絹の着物を着、収入も多いので立派な金飾りの両刀を刺して歩いていました。軍事に熟達しており、特に弓矢と鉄砲にかけては日頃から訓練をしていたようです。日本の武将や諸侯は交戦する際にはこれらの僧侶をお金で雇ったようです。彼らは有利な条件を出す方に味方しました。彼らの屋敷や寺は絢爛豪華で、その地に訪れる巡礼者は2日から3日間は食事を無料で提供されもてなされたようです。根来寺に所属する僧兵は8000人から1万人もいました。一方、雑賀衆は本願寺の門徒衆です。雑賀は紀の川の河口に位置し、その住人の多くが本願寺門徒でした。そのため雑賀衆と呼ばれます。農耕の他に水運にも携わりました。武装した船舶を所有したようです。中には雑賀門徒の棟梁の一人に、土橋若太夫という人物がいるのですが、本願寺門徒でありながら、根来寺に棒車持ちという人物でありました。織田信長が石山本願寺と戦をすると、はじめ根来寺は織田家に味方しましたが、やがて雑賀衆と手を結びます。雑賀崎城の築城者は鈴木孫一という人物です。雑賀崎城は1585年、豊臣秀吉が奇襲征伐した後、廃城になったと考えられています。
西郷孫一とされる人物は複数います。鈴木重秀、鈴木獣医、鈴木義兼、鈴木孫一郎、鈴木重友です。孫一は受け継がれた名前のようです。織田家と石山本願寺が対決した石山合戦において本願寺に味方し、大阪の左右の大将と呼ばれた鈴木孫一は鈴木重秀です。石山合戦の講和交渉の起請文に、雑賀一向宗の四宿老と雑賀衆7人の連名があるのですが、雑賀衆7人の1人が鈴木孫一です。雑賀衆の統領とされることもありますが、雑賀衆全体を支配する指導者だったわけではなく、雑賀衆自体も統制された組織ではなかったようです。鈴木重秀は様々なところで活躍します。石山合戦では五千丁の鉄砲で信長に敵対します。下間頼兼と並んで大阪の左右の大将とまで称えられました。毛利軍による本願寺への補給手配のために播磨国に赴いたり、信長に反旗を翻して荒木村重の有岡城の加勢に入ったり、至るところで活躍します。石山合戦で根室寺と雑賀衆は手を組み、信長に抵抗しました。しかし雑賀衆は内部分裂します。本願寺賢如の派閥と息子の本願寺享如の派閥です。享如は石山合戦で知事である賢如と共に織田信長と戦いましたが、賢如が織田家と講和派であったのに対し、享如は徹底抗戦を主張します。その結果、賢如から議決されるなど、教団内での立場が不安定となりました。そして、信長の追及を受けることになりました。その際、享如は、山上源太夫と名を変え、浪人の姿で各地を逃亡し、雑賀崎の鷹の巣に身を潜めたとされています。最終的に賢如派にまとまりました。雑賀孫一は本願寺の主力として活躍しましたが、講和後は信長に接近したようです。雑賀崎城のある場所、鷹の巣の下に、京如窟と呼ばれる天然の洞窟があります。天正8年、織田信長との石山合戦に敗れ、大阪の石山本願寺から紀州の鷲の森に逃れた本願寺第12代門主の京の上人が、若浦から船で逃れ、この洞窟に潜んで難を免れたと伝わります。享如は織田信長の追及から逃れるため、約10日間身を潜めたと伝えられています。和歌山県の天然記念物に指定されています。現在は交通が遮断されており、京の上人が身を潜めた洞窟には行くことができないようになっていました。今回訪れた雑賀崎城にその道具で続く道がありました。どうも雑賀崎城に10日間ほどですが、信長に追われた京に上人はかくまわれていたようです。天正12年の小牧長久手の戦いの際の話です。根室州、雑賀州ら紀州勢の多くが織田信雄、徳川家康側と連携して泉に出兵しました。小牧長久手では、秀吉は愛知県の犬山へ出陣します。そして小牧山に本陣を構えると徳川家康と対峙します。部下が家康の本国である三河の国がガラ空きになっていることを指摘し、中入りという作戦を提言します。ガラ空きになっている本国を奇襲するという作戦です。秀吉は甥の羽柴秀嗣を総大将に敢行するのですが、家康に気づかれ、中入りは失敗に終わります。羽柴秀吉は家康に傾きつつある情勢を転換させるために、紀州や織田信雄の本国である伊勢を攻めます。鈴木重秀は、紀州勢の多くが織田信雄、徳川家康と連携して泉に出兵する中、秀吉に味方しました。以上、雑賀崎城の築城者は鈴木孫一でした。雑賀崎城は1585年、豊臣秀吉が紀州征伐した後、廃城になったと考えられています。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは山口城です。ご期待ください。